桜井構えろ。桜井構えろ。桜井構えろ。はい、どんな腰下ろす。腰を下ろさんといて。ほら、また足。桜井構えろ、早く。はい、構える。はい。桜井構えろ。そのまま足上げる。突っ込む。突っ込む。一回腰割る。一回腰割る。腰割らんかい。50回続ける。50回。どうした。平井するぞ。平井するぞ。構えて。水は入れないもん。はい、するぞ。桜井続けろ。引っ掛けない。前向きに。ほら、もう一回やります。構える。持たない。構える。もう一回。よし。正面で。朝もやる気になるといいんだよ、それ朝。決める、決める、決める。これ。いやー、揃ってるよ。はい。高すぎるんだよ。もうちょっと考えてやらないと。
ストップ。撮ってるとこを撮るっていうやつみたいです今日は。なんか変な感じですね。バンバン振ってくれくださいね。いつももう振ってくれるんで、振ってくれたら僕なんぼでも喋るんで。ちょっとこのもう火通さずに葉のものは入れておいてください。わかりました。はい。今入れてる。マテさん足どうしたんですか？片栗粉まずめが骨折しました。骨折？いつ？恥ずかしいんですけど、巡業の最後の方で歩いてたらピキッと歩いてたら普通に前折れたんですけど、それがなんかまだ治ってなかった。全く曲がってない。あ、再発っていうかまたなんか追加で折れました。前折れちゃった時はなんか普通にいやもっと痛かったです。で、ください。力入んなかったです。前授業中に折れたのは普通にちょっと痛いなぐらいに思ってホテルから出て1歩目でパキッと痛っす。マジですか？ちょっとなんか違和感はあったんですっていうことですか？ちょっと違和感はありました。痛いなみたいな。前骨折した時はどうして骨折しちゃったんですか？それもなんか疲労骨折痛いなと思ったらぶつけて痛っす。前役です。前役。はい、お払い待ってます。お払い待ってますね。で来年翻訳なんで。全治どれぐらいって聞いてるんですか？でも早くて3週間。3週間。場所には間に合わないです。でも出ません。今日とかはまあ稽古はお休みしてまあちゃんこ場手伝ってしばらく稽古場は降りれない。とりあえずこれで焼き鳥のタレちゃんと極めます。
教えてあげてください。練りから。練りつく練りは難しいから。練りはとにかく艶が出るまで練るっていうことですね。手拭いて、ハムやったことある？ないです。あ、でもなんか切るのはやったことある。切るのはちょっと少し記これで憶ある。これ粉かけとかないとちょっと濡れてるからね。はい、それでゴシゴシとして、それで乾くから。でそこでさ、これ言ったら今度これ縦にして練っていくこと。まずこれ。いきます。力入れて。相撲じゃねえんだから力入れたって力入れてって言って力入れたってダメなんだ。腰を入れて。まあ力が強いからね。入れなくても我々に力入れるのはそんなにぐらいだから。いいね。相撲とも一緒かな。ちょっと待って。力入れろったらさ、力入れろったら力入れるよな。入れるよな。そうじゃないよ。ちょっと後ろ下がって、こうやってかかと見て。ぎゅっと体重。大した力いらないよ。それで楽にできちゃう。それで肘曲げちゃうから。肘を曲げちゃう。肘を曲げないで伸ばしてないで。そう。畑さんもそこ行って後ろ。かかとを上げて前。頭がここからここまで来るから感じ。ほら、そんなに大して力入らなくてももうズルズルになっちゃうし。手つきいいじゃないですか。いいね。いいねって言ったって相撲やるんだもんな。これからな。これそば打ち覚えてもしょうがないって。あ、やろうね、そば打ち。親方が大好きだから打ってあげてください。そう。あ、おい上手じゃない。手つきいいね。意外とこう見えて。ねえ。器用なんです。器用なんだね。出てきたところをへこめて、また出てきたところ中に。すごい上手。これはこのお蕎麦食べなくちゃね。本当です。うん。別にしとくから。ありがとうございます。菊の花を。こういうふうに女の子の肌みたいにツヤツヤになってきたらいいよね。そしたら今度ね。わかるハム。こうへそを作る。わかんないです。女の肌と。へそを作ってへそ。菊の花、菊を一度作った。へそを作って。そう。こうやって。おお。力抜くよ。へそ作ってもいいじゃん。そうを折ってる。へそを折ってる。こうやってこうしてでこの上に持ってくるのは一緒なんだけど。朝の山のファンクラブで今日は富山から。あ、富山からいらっしゃる。そう。そうなんですね。いいね。昨日とかに来られたんですか？そう。で泊まられて。そう。もう今日これがあるから、お蕎麦もしてらっしゃるので。T シャツめっちゃ可愛いですね。ね。ここはね、その富山のね、講演会のね、なんかこの色しかないね。あ、これだけ。そうなんだ。いいね。そしたら朝の山の顔してる。これのあちらはちょっと違った粉なんです。桜の香りがするお蕎麦をして2色にするからあんな面倒くさいことしてるんですね。できた時にまた召し上がっていただくんですけど2色のお蕎麦が1本の中に色が入っている。これで玉が出来上がりましたっていう感じ。できました。玉が出来上がりました。はい。今度はのしの花に。準備は出来上がった。はい。まあそうですね。まだ準備です。これ乾かないようにビニールでちょっと包んで鉢を掃除して
そしたら伸ばしていきます。それを丸く大きくするの、アンパンマンの顔。まずここ使ってここがへこんでんじゃん、でここが割とここが平らじゃん。だからここを使ってこうトン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 。ありがとうございます。それがアンパンマン1号、今度はアンパンマン2号、もう少し大きく。この真ん中の出っ張ってるところが形見て、形の悪いところって持ってって、形の悪いところって持ってって、周りになじませる。それで全体を丸くして。もう一つ。いい感じじゃない。あのね、言い忘れた。ここからここまで。手はここ。それ以上外に出さない。手はここ。そう。それちょっと長すぎるけど。ちょっと回す。円を作っていくからね。パタンと落とすとそこがペコンってへこむから、いいよ、いい感じ、いい感じなんだけど、もっと大胆にやってみよいやなんか力加えすぎるとぺちゃっこになっちゃう。そう。う。こう朝して交流、朝白龍全部。こうしてこう巻いて、隙間がきちっと巻いて。トン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 。あれちょっと短すぎる。トン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 。真ん中やった方がいいね。要するにドーハもここまで難しいです。難しい。手を動かさないまだ見てない繊細な動きが必要。僕こっち行ってないんで。力の入れ加減。繊細な動きが必要ですか。そしたら繊細な動きをするために味をもう少しこう四角にするためにやりますね。おはようございます。どうす。これもはい。いいね。結構大変そうだね。ここがマジ邪魔っす。浴衣の。おお、このせいで集中できないです。下がってきちゃう。この白い粉はどういうところに振りかけてるんですか。これは、はいこれもそば粉なんです。打ち粉って言って、そば粉のこうそばのこう実があって一番芯のところがこの打ち粉なんですね。ほとんどでんぷん質で、だからこれ要するに味がない粉だから打ち粉っていうか要するにくっつかないようにあ、くっつかないようにしてるんですね。するために使ってます。
そしたら半分からこっち。なかなか良くなってきた。良くなってきた。良くなってきたよ。OK。できました。オッケー。お、いいね。いい感じ。包丁持ってまず乗せてストーンとやって、で送る。それでまたストーン、スッ送る。この送る幅がはい。そばの幅だから。そうだ合わせた。だからこれをぐっと送ればこうなっちゃうし、少し送ればそばだし、ちょっといくか2つ目です。ね、それでこれをしてこれを最後こうやってトン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 洗っていいよいいよやっていいよ。さあ初挑戦。大胆だな。手危ないからね。手ね、こっち側。こっち側で。はい、わかりました。ほらだんだんここ切っちゃおう。ああ、危ない危ない危ない。危ないですね。それとね前出すと安全なんだよ。おおうどんだ。うわ。ちょっとすいません。いやいいうどん。むずいっす。むずそうですね。意外とむずいっすよこれ。単純に見えて結構幅とかも気にしなきゃいけないんで。いや素人がやるもんじゃないっす。わかりました。でも少なくともね一緒の幅になったよ。これはこれ茹でるのに大変だわ。時間がかかなかなか。すみません。いいよいいよしょうがないよ。何でも初めてはさ。初めては初めていやだよ。結構むずくないですかこれ。むずいですよね。素人がやるもんちゃうんす。みんな素人。みんな仕事。これ写真撮るよ。ありっすか。ありだよ。何でも食えりゃいいんだよ。ありがとうございます。うどんになっちゃいました。いやかなりうどんでもまっすぐ切れてるよ。もう切れてる。まっすぐ。あ、それだけは良かったです。それだけできてて良かったです。太さはともかくまっすぐいってる。太さはまあ申し訳ないです。それはいはいお分かってきたじゃん。ちょっとだんだんですけど、上手。ちょっとそれはいはいドンはいはいドン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 はいリズム大事。ドンドンでこっちやろう。はいどかして、うんもう一度。はいドンはい上手。そうドンうまくなった。本当ですか？いい感じになっいいた。感じになった。おいはいドン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 はいドンドン上手になったね。
まで来たら3人で行っちゃえ。わかりました行こういやうまいよ。ねああだいぶいやいや本当に曲がってないし。曲がってないね一直線だってますえ、もうすごいわ。いやありがたいですねはいドン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 ドンドンドンうんあるある。ドンすぐ関取だぞ。ドンオッケおお終わりましたああもうこの辺なんかすごいよ。おだいぶ綺麗にどうしたのーこれって。あれおかしいなそう。それ誰が他のやつがこやったんだよ。れ誰やったんですかね他のやつがやったって言えばいいんだよ。いやーだいぶ良くなれてよかったですえこれはめっ師匠がちゃ上達しましたね、一瞬でたまにはこういうのもいいじゃないですか。おしゃれっすねあええなはい全部大丈夫です回っておりますはい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。よろしくお願いします。結構ね、疲れたでしょ。お腹空いたところで。なんかちゃんこの前にお蕎麦があるんですけど、さっきね手打ちでやられてる方がいらっしゃったんですけど。そうですね、まあ講演会の方からね、はいはいはい。まあ年に1回か2回手打ちそばをねやってくれるけど、はい。まあちょうどこの日なあ、今日偶然。そうなんです。だからちなみに今日お蕎麦の紹介を朝交流がしてくれる。僕はそば博士って言われてるんですけどこちらはですね山椒の葉が入っているそばですね。こちらが10割そばです。これがさらしなそばって言ってそばの芯そばでも中でも1割しか取れないすごい高級なそばで合ってますかねどうですか。だと思う。そうですよ、博士。それさっき聞きました。はい。でちょっと早速皆さんちょっと召し上がっていただいて、ちょっとなんかお蕎麦の感想とかもね、お腹も空いてるし。びっくり。びっくりしてる。もしもですか。あいつね、そっちの方がいいね。見せて残した方がいい。いずれね。一回ちょっとこれちぎれ。うまいね。ありがとうございます。さすが博士が作ったそばは違う。いや作ってないです。作ったじゃん。膝はどうですか、調子は。悪くはないです。まあこの時期になると、天気も暖かいですし、膝も良くなる。やっぱ暖かいは調子いい。はい、そうです。じゃあ今場所はもういい感じですね。なんかいいですね。そう、幕内に慣れてきた。あはいまた3場所目ですけど先場所もね2桁かった。稽古場でも巡業中とかバンバン。まあ準備1週間だけしか出てないですけど、はいはいはい。ちょっと腰痛めて途中で今どう調子。今だいぶ良くなりました。いいですね。ここ関取氏多いといや本当。部屋も活気づくでしょ。そうですね、全然違いますね。いいっすよね。全然違ってきたら。部屋の雰囲気いいっすね。なんかみんな仲良さそうな感じが。まなんかもう部屋出たら長男みたいな感じのあ、朝田山が優しいんで。なんで優しいねってちょっと目こんだの。優しいね。言うとこないとなと思って。博士今日のそばはどう？うまい。あ、これがね、山椒？山椒山椒のそば。綺麗ですね。いや、本当ね、色もいいし、味もね、本当美味しいし。ちなみにこの丼で普段ご飯何杯ぐらい？恥ずかしながら僕いっぱいしか食べないです。あ、朝来る何杯ぐらい食べる1.5ぐらいです。調子までいかない。2たまに行くぐらいです。でもちょっと丼だいぶでかいよね。あ、まあ大きいですね。確かにこの量じゃ少なく見えるよ。ちょっとだけ少なめです。ああ、いやいやいや。ちなみにこれ今日のちゃんこは何ちゃんこなんだよ。
塩ちゃんこですね。塩ちゃんこ。塩だけかな。僕塩が人気ですやっぱり西たちから。自分は好きですね。でもそれぞれね、好みのちゃんこあるじゃないかな。ちなみにちゃんこで何種類ぐらいですか？鍋で。数えてたら27種類ぐらい部屋でね。27種。はい。味がね変わってるなって。なんか珍しい。数えたことあるんですけど。27種すごいですね。結構いろんな味ありますよね。ちょっとね、書いて変わっちゃうからね。塩ちゃんこです。あっさりですね。こんにゃくとかも入れるんですね。結構使ってるんですね。なんか体に良さそうな。いっぱい食べても塩分取りすぎにならない感じですね。本当は控えてるんです。塩分もそうだし、塩も砂糖もね。前のちゃんこ調が変わってまた味をちょっと薄めに変えてるっていう感じ。なんか相撲部屋でちょっと味濃いめにして、なんかご飯いっぱい食べろみたいなのありますけど。引退してから薄い味が好みになってね、よろしくなってきて。汗かくからそうだろうね。欲しいですかね。チョコ味やったような気がするんですけど。お相撲さんちょっと血圧高い人も多いから。九州は味薄くね、大丈夫？うわみんな結構薄い味なんですよね。体にもいいんじゃないですか。まあいいと思います。食べ過ぎるより。朝でもこれちゃんこ何杯ぐらい？一日に。3杯ぐらい。結構食べるね。ご飯も。ご飯は2杯ぐらいです。ちなみに一番好きな鍋は？僕が好きな鍋は湯豆腐か赤味噌ちゃんこか肉団子です。赤味噌？豚味噌？イカ味噌？あ、イカ味噌。イカ味噌。何？イカ味噌で何？イカの綿入れて？イカのナスかね。綿入れて。はい、入れる。その中にマヨネーズ入れるんですけど。マヨネーズ？うまそう。これも抜群に美味しいです。それないっすよね。僕多分入門してからない。いや、この前言ってたの。じゃあ仲間外れ湯豆腐ね。湯豆腐はタレ作って。そうです。タレ卵の黄身をつけて、焼いたりなんかすごい美味しいですよ。あれもどこでやるそうなのかな。鰹節とかネギ入れて。やっぱあれみんな一緒なんですね。相撲家独特ですよね。あれもいります。なんか内臓なんていうか鶏の。なんかよその部屋だったら湯煎してたりとか、お湯でやってたりとかですね。あ、うまそう。あ、いいじゃないですか。あ、入れますか。これ一割。ああ、いいやつ。いい。すみません。いいやつそんな邪道な食べ方。邪道なのかな。でもありですよね。いただきます。全然ありですよね。うまい。これだけですよね。なんか入れる？やめてね。確かに雑炊みたいにしたら美味しいかもしれない。なんかどうにしてもなんか美味しそうですね。高さこれ筋肉質な力士が多い気がするんですよ。まあ特に朝交流をはじめ、こう力強い力士なんかこうみんなでジムなんかそういうの徹底してるのなんかある。やっぱりジムはみんなね、一緒にそれぞれねみんなで個人で行ってると思う。やっぱそれはもう同じとこじゃなくて個人個人で。もうバラバラですね。まあ一緒に行ってる人もいますけどね。はいはいはい。もうジムは週何回ぐらいかな。減って週4です。減って週4？前はどんだけ？まあもう毎日。マジで？減らした方がちょっと疲れが溜まっちゃうから。まあそうですね。やっぱり稽古メインになっちゃうとどうしてもトレーニングやっぱでも相撲で感覚も大事だからですね。稽古やらないと。そうですね。そうなんですね。これ稽古した後追加トレーニングやらないとね。トレーニングやって稽古じゃないからですね。やめて思ったのがまだジム行くんですけどアップしたものと相撲取ったら
相撲の方がはるかに疲れるんですよ、ジムより。いや今まだ胸なんですけど、やっぱ相撲が一番きついと思う。相撲を取る稽古がよりも。まあ夏は7時頃からね、しょうけど。はい。今結構遅くから始める部屋とかありますもんね。九州もできると行ったり、他の部屋も来たりするんで、はいはい。行きますし、行ったり来たりするんで。やっぱ一門が多いから一門の部屋がいいね。いや、一問とかそういうじゃない、かけないですね。いろんなことをやったり。氷と水。あ、これはなんかお肉とか。これあれ何だろう。あんかけ風。その辺ご飯で美味しいですね。普段食べないから。まあ普段出てくる。まあ他の部屋のね、やっぱり食べることないからね。ないですか。今までないんだよね、ちょっともう。他の部屋でちゃんと。いや、俺もいろんな部屋行って畳食わしてもらってるんですけど、どこも美味しいですね。本当すごいなと思います。頑張る。なんか稽古もしっかりやるし、で上がってまたちゃんと。大体みんな準備してくれてるんで、当番で。力士も何人ですか20何人いるんで。多いですね。期待の若手はいるんですか。もうみんながね、みんなだから。しこななんですか。今何歳？何聞かれました期待の若手って言われてちょっと嬉しかったです。なんて答えたんですか？ありがとうございますってことでした。嘘ついてますなんかその方が期待の新人をって言われて嬉しかったです。どこ筑前煮の感想はちょっと向こうカメラに。みんな違う。やばいっす。どっちでやばいんだよ。やばいって意味2つあるんですよ。どっちでもやばい。いい意味で。いい意味で。もう今はみんなお酒はもうあんま飲まないですか。飲まなそうな体してるもんね。筋肉質で。それはあんまり飲まないし。そう。でも今日少なくなったでしょ。まあ。その昔と比べたらだいぶ減ってましたけどね。それはあれでしょうね。本当に丸くなってる。力士がね。時代ですね。だと思います。ウイスキーが好き。モンゴルの力士はなんかウォッカ飲んでるイメージ。あれは。イメージそういうイメージですけど、多いですよ。馬乳酒。筋肉部屋のじゃあなんかこうパワーナンバーワンみたいなのは。ベンチ何キロある？ベンチ今190やろ。俺もう今160が限界だよ。マックスは200。ジェビーはマックス190。でも70。スクワットとこっちは結構出る。200以上やっぱまあそう。担いであるよね。関取一緒だったら。200やったらいけるよね。200は全然いく。300とかじゃない。300いったことないです。250とか。250があったら300かけたことないの。それもどんぐらい。いや、僕2人から全然そう。僕入れない方がいいですよ。いや。僕は省いてください。ちなみにしてからそんな重いやつはまあそれはね、怪我の影響もあるだろうし。若田は元気じゃん。いや、自分スカート230ぐらいかな。それ以上怖くてね。まあできるけど怖かった。やっぱちょっと余裕持たせて何回かできる。膝やってるから。なんか重さと強さ、相撲の強さってあんまり比例しないと思うんですよ。やっぱね、どう効かすかとか腕だけじゃないもんね。全身なんで、どう使えるかが大事だと思う。だから重さってそんな重要じゃないと思う。よいしょ。って言いながらでも求めるでしょ。って言いながら重さ求めちゃう。やっぱいいっすね。みんな叩きましてトレーニングしてる感じが。はい、ということでですね、高砂部屋のチャン
で待ってますよね。はい、絶賛公開中です。高沢小部屋チャンネルもコラボということでね、はい今日はやらせてもらいました。ありがとうございます。また今日本当ありがとうございました。どうもありがとうございました。じゃあもう閉めちゃっていいですか。いいですか。僕何言えばいいですか。チャンネル登録高評価お願いします。はい、チャンネル登録、グッドボタン、あとすごい面白いコメント待ってます。はい、見てください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また見てね。こうやってこうやるんですよね、多分。そうやるんですね。うまっ。これ結構シュールですね。どうですか。うまっ。うまいでしょ。ゆずうまいよねこれ。うまいでしょ。ゆず食べてないでしょ。それ夜ご飯の準備もあるんですよ。そうだね。一応ストップ。はい、オッケー。はい、ありがとうございました。いただきます。じゃあ。あ、そうそう、こういうこと、こういうこと。いいね。うまい。でも柚子が一番うまいな。最高。あれ何？自分天かすの食感好きなんで、おお。こう入れます。そばはね、タンパク質もあるからそうっす。いいよ。マジでうまいっす。うまそうじゃん、うまいっす。どれが一番美味しかった。いや、柚子のやつ。柚子か。柚子の香りが美味しかったです。さっぱりしてて。はい。食べやすかったです。うん、いつも以上に勢いいいね。